皆さんどうもこんにちは。今回は草薙龍春さんが書かれた反応しない練習について解説します。本書はどんな本かというとですね、一言で言えば誰もが抱えるモヤモヤとした悩みを消し去ってくれる、そんな本でございます。いきなりですが、皆様は最近イライラしたことはありますか？私の知り合いがスーパーで買い物をしていたんですが、自分の列の前のおばさんがレジで小銭出すのにグズグズしてて遅かったんですね。だからその人は迷惑だから早くしろっておばさんに怒鳴ったのです。それでそのおばさんが逆ギレしてきて、結局1時間言い争いになったそうです。その人は翌日も本当にイライラしていました。その人はイライラしたその時、何も言わなければおばさんが小銭を出す時間を少し待つだけで済んだでしょう。こんな風に人間は目の前のことに反応して生きていると損をするようにできているのです。そうならないためにも今日は反応しない練習という本を解説していこうと思います。この本の軸となるのはブッダの教えです。ブッダは2500年前から人々の様々な悩みにアドバイスしてきました。この本はそのアドバイスを現代風にアレンジしたものです。いやいや、そんな大昔の考え方が今も使えるのかと思うかもしれませんが、人間の悩みは何百年経っても変わらないのです。どうせ100年後も人類はニキビに悩み、学校や職場の人間関係で悩んでいることでしょう。それでは早速、反応しない練習を見ていきましょう。まず一つ目、すべての悩みは心の反応から生まれるを解説します。先ほどの例ですと、レジで小銭を出すのが遅いおばさんにイライラして、その結果言い争いをして時間もエネルギーも無駄に浪費したんですよね。こういう悲劇が世界の至るところで起こっているのです。この場合どうすればよかったのでしょうか？簡単です。反応しなければいいのです。ただ黙ってじっとおばさんを待っていれば商品を購入してすぐに家に帰ることができたでしょう。そうすれば無駄な口論をしてエネルギーも時間も使わずに済んだのです。いやいや、それは現実逃避だよ。悪いのはおばさんだよ。だってこの時代に現金で払ってるんだよ。今時キャッシュレスでしょ。小銭を取り出す時間を待たされてみんな迷惑してたんです。そんなのは嫌がらせだよ。このように思った方もいるかもしれません。しかしですよ、そもそもそのおばさんがスマホを家に忘れていただけの可能性もありますし、スマホが電池切れだった可能性もあります。心の中では申し訳ないと思っていたかもしれないのです。つまりおばさんに怒った人は勝手に相手を悪者だと判断して怒りやストレスを自分で作り出したのです。すべての悩みや怒りは現象から生まれるのではなく、自分の心の反応によって生まれているのです。心の反応なんです。前提として心は快感を求めています。そして自分にとって都合の悪いものは悪だと判断するのです。だからその人は相手の事情を全て無視して自分に都合の悪い相手を悪者だと決めつけたのです。そんなの誰だってイライラするよ。俺は我慢しているんだよと思うかもしれませんが、反応したところで意味がないことが分かっている人は怒らないのです。だから黙って見ていればよかったということです。そうすればイライラせずに少し待つだけで済んだでしょう。イギリスの哲学者トーマス・カーライルはこういう名言を残しています。沈黙は金、雄弁は銀。これは何も語らず黙っていることは時として何かを言うことよりも大切であるという意味です。日本のことわざですと、口は災いのもとという言葉に似ていますね。さて2つ目は、世の中の情報はどうでもいいことばかりだからいい悪いを判断すべきではないということを説明していきます。お会計の遅いおばさんもどうでもいいし、芸能人の不倫のニュースもどうでもいい、誰かが逮捕されたニュースもどうでもいい。そんなことに反応しても自分の人生は1ミリたりとも前進しないにもかかわらず、人はいちいち反応してわざわざ判断しようとします。あいつはいい悪い、好き嫌い、正しい正しくないという具合にです。しかもそれがただの妄想である場合が多いのです。お会計の遅いおばさんを勝手に悪者だと判断したようにです。なぜ人間はこんなにどうでもいいことを判断してしまうのでしょうか？人間は決めつけたり思い込んだりして判断するのが快感だからです。ニュースのコメント欄を見ててもわかると思いますが、まるで自分が神様にでもなったように上から目線でどこかの社長や芸能人をこき下ろすことができます。SNS で自分と全く関係ない人間を上から目線で批判していたりしますよね。こんな風に上から目線でボコったふりをして判断するのは気持ちがいいわけです。でも
自分の人生は1ミリたりとも前進していないのです。ただたくさんの時間とエネルギーを無駄に浪費しただけなのです。さて3つ目は、反応する基準を見極めるということを説明していきます。反応する基準とは、自分の人生にとってプラスになるなら反応する。逆に人生にとってプラスにならないのなら反応しないということです。例えば、勉強や仕事の効率が上がる情報を見たり、友達と遊んで人生を楽しんだり、知見を広げるために旅行に行ったりすることはとても有益なことです。逆に芸能人の不倫に怒ったり、レジの遅いおばさんに怒っても自分の人生にプラスにはならないでしょう。もちろん人によって何が有益で何が有益じゃないのかは変わります。さて、もし何でもかんでも反応して判断してを繰り返していたらどうなると思いますか？判断疲れを起こしてしまいます。例えば、どんな服を買うのか迷いながら決めたり、どんなマンションに住むのか決めるのは疲れるでしょう。判断すると人は疲れるのです。一日に使えるエネルギーと時間は限られているのです。だから大事なこと以外は全部無視するのです。反応してはいけません。先ほども言いましたが、この世の中のことは大抵どうでもいいことばかりです。エネルギーを無駄なことに使わず、自分の人生にとってプラスのことだけに反応するのです。ここまでで世の中のほとんどのことは反応しなくてもいいことだということは分かっていただけましたでしょうか？しかし、このように思う方もいらっしゃるでしょう。反応して判断すると無駄に疲れることも、頭で分かっていても実際に反応しないっていうのは難しいんだよ。例えば、店員さんの慣れ慣れしい態度とか SNS で誹謗中傷されると、どうでもいいことだって分かっていてもつい傷ついたりイライラしてしまうんだよ。このように思う方もいらっしゃるかと思います。そんな皆様に4つ目、反応しそうになったら自分の悩みやストレスを観察するということをお伝えします。例えばですよ、ハゲ散らかした上司の嫌味にイラッとした場合、自分の悩みやストレスを観察できていないダメなパターンですと、ハゲ上司の嫌味にそのまま反応してイラッとして、その後の打ち合わせで全然関係ない後輩に向かってイライラ感をぶつけてしまう。これが最悪のパターンです。油断するとよくやってしまうパターンですよね。この一連の流れの中に自分の悩みとかストレスを観察するというステップを入れてあげるのです。例えば、ハゲた上司に嫌味を言われてイラッとしてしまったら、そのままイライラしながら作業を続けるのではなくて、一旦自分自身を客観的に観察して、今ハゲた上司に嫌味言われてイライラしているなというように、まるで自分とは別人になったような視点で心の中で自分に語りかけるのです。このようにイライラしそうになったら、今イライラしているなと自分に語りかけることです。そうすると、あれ今反応しているなと気づくことができます。もし気づくことができたら、こんなことにイライラして自分の人生にプラスになるのかなと考えてみるのです。プラスじゃないならもう反応してはいけません。無視するのです。他にはメモ帳に自分の気持ちを書き殴るというのも気持ちが整理されていいです。自分の考えというのは頭の中だけだと醜い妄想である場合が多いのです。書き殴ることで頭の中の悩みやストレスを一旦視覚化するのです。メモを書いているうちに自分がどうでもいいことに悩んでいるのが理解できて楽になれることも多いのです。また、深呼吸するのもおすすめです。突発的な怒りは6秒しか持たないことが分かっています。もし無駄なことに反応しそうになっていたら、深呼吸して6秒数えるのです。一度冷静になって反応するのをやめるのです。相手に悪口を言う自由があるように、それを無視する自由もあるのです。本日のまとめです。すべての悩みは現象ではなく、自分の心の反応によって生まれている。世の中の情報はほとんどどうでもいいことだから、いい悪いを判断しない。無駄に判断すると疲れる。自分の人生にとってプラスになることだけに反応する。イライラしたら自分の悩みやストレスを観察する。イライラしている自分に気づくことで反応するのをやめる。私たちがイライラしているときは、大体他人が自分の思い通りに動かないときではないでしょうか。よく言うことですが、人は変えられないのです。変えられるのは自分の行動だけなのです。そして自分にゴールがあるように、他人にも目指すべきゴールがある。そのことを忘れないでいただければ嬉しいです。今回は以上でございます。この動画がためになった方は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、
高評価ボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。